こんにちは、トバログです。今日もちょっとルームツアーをやっていこうと思います。今日はですね、こんな感じで見てわかる通り、すごく極物的なね、ガジェット、中華系のゲーム機とか、スマートフォンとか、ちょっと言っちゃえば、ガジェット界のクレイジージャーニー的な存在だと勝手に思っている吉天同士のルームツアーをさせてもらおうと思います。お願いします。お願いします。いいっすね、この声のトーン。普段は結構こういう感じで、ゲームボーイ互換機的なやつとか、ゲームのコントローラーとか、あとは中華スマホ系とかが多いですかね。あんまり普段ガジェット系の YouTube チャンネルとかでも見ないようなちょっと変わった極物系をたくさん集めてるっていうところで、ちょっと今回部屋を見せてもらおうと思います。お願いします。お願いします。はい、というわけで早速、デスク周りがメインになる感じだと思うんですけど、いいっすね、この空間。なんかなんて言うんだろう、懐かしい、この感じ。懐かしい。ここにあらゆる機材、こっち側もそうだし、あとこの上はゲームではないけど雑貨的な、一応なんかみんなが気になるのは多分ゲーム機系というか、何これみたいなところだとは思うので、そこはあえてちょっと後回しにしつつ、作業は YouTube 編集とかはここでやってる感じですかね。ここで基本全部完結させてますね。これがここの1台と、であとこっち撮影スペースですかね。撮影スペースですね。デスクはこれ自作っすか？一応自作、友達に家具を作っている人がいて、その人にこう切ってもらって、建築の土台に使われるやつを足にして、すげえ細い。基本的にはデュアルディスプレイで、27インチぐらいの27インチですね。27インチの画面を2つ。ちょっと前までは、ポータブルモニターでを縦に使って、これの半分ぐらいでいいかなみたいな感じで使ってたんですけど、最近これを提供いただいたから使っている。なるほど。だいたいこっちに、ファイルなど置いて表示して、こっちでゆっくりムービーメーカーで編集する、こういう。本当だ、よく聞く音だ。そうなんだ。編集もじゃあ撮影したデータは全部ゆっくりムービーメーカーで基本は編集して、プレミアとかは使わずみたいな。使えはするんですけど、結局その音声を流し込むのがこれが一番楽で、 Excel でデータを全部作って、そういうで作ったのを読み込むと、こう自動で生成してくれるので。そういう方式なんですね。ブログで書いたものをこう直接一番簡単に持ってこれる方法っていうので、楽ちん。ナイスですね。ナイスです。ナイスすぎる。マシンは Windows です。マシンは Windows のHP の方面を。ゆっくり実況が Windows だけなんでしたっけ？そうなんですよね。で、さりげなくこの手元とかを見るとなんかガジェットっすね。M575 とコンダクターみたいな。コンダクターじゃないんですよ。じゃない方の、じゃない方のコンダクター。なんかメルカリでなんか売ってる全然情報がない分割キーボードで、でそれになんかコンダクターの最近出た射出成形のやつをつけて限りなく、徹底してるわ。ここまで中華るかっていう。トラックボールこっちでもあるけど、これも使うんですか？いや、結局慣れてはいるんですけど、長時間編集とかすると疲れちゃうんで、基本的にカーソルでいろいろ操作するときはこっち、ブログとか台本とかやってるときはこっちで、こっちがスクロールになってるんで、そういう使い方をして手を動かさずに使えるっていう。作業環境でいうと椅子があれですね、ハイロックさんと一緒だ。普通のデスクチェアがあんまり好きじゃなくて、いろいろ探して、中古で買ったビトラの椅子を。いくらぐらいですかこれ？定価は多分10万ぐらいで、
4万ぐらいかな。ああ、じゃあだいぶ安く買える時期に買ってみたいな。ゲーム機がめちゃくちゃあるんですけど、これは何ですか？これはまあ中華ゲーム機をはじめとしたゲーム機群。ちらほらなんか本物が混ざってる。ちらほら、まあ、本物もあるにはあるんですけど、これも本物に見えて本物じゃないっていう。本当だ、バッテリーになってる。それ中身は本物？いや、中身も別物なんですよ。本当だこっちはもう完全にオリジナル。中身が本物。これ本物のゲームボーイかと思いきやラズパイっていうのもあったりこれは完全にオリジナルバックライトカスタムしていて、なるほどね。なんやかんやこれの見え方がすごい独特で、この立体感みたいなのが IPS 液晶だとやっぱりないので、ゲームボーイが遊べる、本当にゲームボーイが遊べるっていうやつでもっとちっちゃいのはサム B っていうちっちゃい中のゲームをこと自作して遊ぶっていうので、これは普通にゲームボーイですね。普通にゲームボーイポケット。ゲームボーイポケットも見せてください。レッドの普通にゲームボーイポケットだ。本物オリジナルっすね。完全にオリジナルの。いや、この色いいな。状態が良い。ヨッシーと聖剣伝説が入ってますそれはおそらく聖剣伝説ゲームボーイ系だと一番最新のはこれ、モッドレトロってオキュラス作ったパルマラッキーがデザインした、そうなんだ。互換キー。すげえ、本当だ。画面綺麗ですね。アルミニウム合金。そうなん本当だ。絶対プラスチックな見た目してるのにこんだけありすぎてゲームボーイミクロが目立ってないもんなぜこんなにゲーム機が増えてしまったのかっていうそれを話すと完全に吉天堂の始まりなんですけどてか会社に就職していたんですが、仕事がないよって言われてクビになってしまいで、ブログを始めたんですよね。そっからなんですね。最初は本当にざっくばらんにいろいろレビューなりなんなり上げてたんですけど、単純にゲーム機がすごい伸びるのと、あともともとめっちゃ好きで、この中華のゲーム機もなんやかんやずっと追ってるんですよね。TPD 便ぐらいから。いや、もうだからA320 ディンゴ A320 ナチー。いやこれなんだよな。いや皆さん知ってますか？これディンゴ A320 っていう一時期一世を風靡した中華ゲーム機なんですけど、当時なんか MP3 プレイヤーがめちゃくちゃ流行った時期があって、高校ぐらいの時に流行ってました。で MP3 プレイヤーからの流れでなんかゲームができるみたいな、ゲーム機とかでもなくなんかポータブルメディアプレイヤー、そうポータブルメディアプレイヤーだよみたいな扱いで、ゲームもできるみたいな感じであったんですよね当時。いやなちいな。これ家電批評でおすすめされてた当時小さいものでいろんなメディアなり音楽なり何なりを体験できるっていうのがすごい良くて、そもそも携帯ゲーム機っていうものがやっぱ自分にとってのガジェットなんですよね。わかーガジェットっぽいのがどんどん好きになっていったきっかけはやっぱ PSP ですよね。うわー世代が過ぎるいいっすね。3000の PSP3000、このラミネーションディスプレイになって、どういうことですか？めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だし、めっちゃ綺麗。もともとプラスチックだったんですけど、ガラスになったりとかして。やば。筐体はでも当時のもの。いいですね。いや今見てもやっぱめちゃくちゃかっこいい。この時に白いガジェットにはまりましたねこれと任天堂 DSi でやっぱ白いガジェットって最強と思って僕白ガジェットにはまったんで、個人的には GO が好きで。わかる。 PSP-GO ね、 UMD が入らない、薄いし小さくて軽いし。 PSP-GO はめっちゃ憧れだったんだけど、やっぱネットを介して
ゲームを購入しないといけないっていうハードルがやっぱあったりして、そんなに多分売れなかったんですよね。最近ちょっと地元のハードオフで見つけて買うか迷ったんですよ。箱付き3万とかだった。高っ。おー、プレイエクスペリア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 プレイじゃないかどうしたんだお前こんなところで。たまには同窓会来いよこの辺の SP 系のやつは全て、エミュレーター系。全てエミュレーターですね。おー、はい、ミニフリップっていうオリジナルのゲームボーイアドバンス SP もあるんですけど、はいはい、オリジナルはこれぐらいのサイズなんで、だいぶじゃあだいぶコンパクトでちっちゃいのにボタンがリアルサイズっていうところが、これだよこれみたいな感じがある。もうまあ話題ではありますけど、これはまあ普通の Android で、スマホと同じようにスマホゲームもできるし、2画面のロマンが確かに2画面系最近だもんな。 DS 系がちょっとダサいからレトロっぽいかっこいいみたいになったのってここ数年だから、その流れもありそうだ。何世代か前になったおかげで逆に完成されたデザインじゃんみたいなことを、まあよく言われますよね。3DSLL は今めっちゃ高いっすね。高いっすね。3万近くする気がするこれ。これは Nintendo DSiLL DSiLL は今使ってます使ってるんですかバッテリー持ちが良くて画面が見やすい。そうっすね。バッテリー持ちはめちゃくちゃいいですよね。DSi のこれとかも、今ちょっと高いけど、いや DSi は安いですよ。まだ安いですか？まだ全然。一昨年ぐらいに自由が丘のブックオフで2000円で買って箱付きで2000円。今多分1万円弱、7000円とかしちゃうけど、これがやっぱデザイン的には一番好きっすね。いや2画面系だとめっちゃわかります。この薄さとこのなんかいろいろできる、スマホぐらいの万能感あったもんこれこれは偽物のゲームボーイアドバンスですか？これもエミュキなんで、なるほどね。ゲームボーイアドバンスではないんですけど、アドバンス風。これその基板を乾燥し基板ごと変えてるやつで、おお、こういういいっすね。アジアの屋台みたいな。アジアの屋台わあ、ワンダースワンダー、夏い。これもバックライト液晶に乾燥していて、なるほど。ただその炭酸1本しか使えないんですぐなくなる。すごいスピードでなくなるなんか昔さ、真剣ゼミでポケチャレ V2 っていうやつがあったんですよ。地理とか算数とかをやるためのゲーム、これと互換機だったらしいって今なんか最近聞く。なんか見ましたねそれ。程よくさ、新しい怪しい系とさ本家の純正のやつとかが並んでるあたり愛を感じます。それも吸い出し機ですね。ロムの吸い出し機。これも吸い出し機。おお、めっちゃある。これ64の吸い出し機。いや、いろいろ吸い出せるやつ。そうなんですね。これはゲームボーイからアドバンスまでの吸い出し機。ワンダースワンの吸い出し機とかあるんだ。ありますよ。懐かしい。これ持ってたな、このスペースインベーダー。意外と音がいいんだよな。デスクツアーなので、撮影スペースも一応触れさせてもらうんですが、カメラがあって俯瞰で撮ってるんですね。こんな感じで基本的に全部俯瞰で撮ってて、ここでほとんどの動画を生み出してるみたいな。そうですね。あんまり大きいのとかはちょっとどうしようかなってなってますけど、確かに1個がある1個読み方としてはアイコー、アイコー。まだ手元にはトバログ届いてないんですけど、Galaxy Z Flip 7をそのまま開かなくしたぐらいのこれは Android のゲーム機なんですけど、これか。なんかめちゃくちゃこれ話題になってバズってなかった？これバズってた子で。やばい変態だ。変態。よく作るよな。おかしいですよ、こんなん作って。なんで作れんだろう作ろうと思って作るのかな作ろうと思って作るんじゃないですかあれなんていうメーカーだっけそれ。これは 1X プレイヤー。1X プレイヤー。じゃあ普通に
ハイビームとかで、売ってます。これも売ってるんですか？普通に Amazon とかで買えます。あ、そうなんだ。じゃあリンク載せときますやばすぎ。多分バズるんですけど、おお多分バズる。やば。これが何それ、ゲームか。モジュール式のコントローラーで、へえ。こおお、やばすぎるういうコントローラー、はいはいはい。このユニ全部ユニットになってて、角度とかも変えられて本当だ、自由に作れるっていう。怪しすぎるクレイジージャーニーです、すげえ。これは今レビューを作っている。おお、楽しみ。この動画が公開される頃にはもうすでに上がってるはずなんで、どんな感じでやってるか。どんな感じでやってるこいつでみんな使っている JH5 でそのまま撮っていくという感じで撮って、後から音声を入れてみたいな。後からそうですね。普段ははい、どのぐらい時間撮影するんですか？撮影はそんなに本当にかかんないですね。1時間もかかんないんですけど、撮るものも完全に決めてて、どっちかっていうとその台本の方をずっと時間かけて、で台本用の素材を撮るっていうそんな作り方をしてるんで。じゃあ一旦台本用に仮で撮影して台本作って、その後にまた撮影。足りなかったらその都度撮影をするっていう。普通は結構動画をバーって1時間ぐらい撮って、それをカット編集して、その上からテロップを載せていく感じなんですよ、僕とかは。そうですよね。なので、テロップも全部動画ベースというか、だけど吉天堂の場合は動画をテキストでまずバーって書いてから、それの上に編集前のデータをちょこっとずつ載せていくみたいな。そうですね。なるほど。はい、というわけで今回は吉天堂のデスクツアーをさせてもらいました。めちゃくちゃもう濃厚な、この2畳ぐらいの空間に全てが詰まってるロマンあふれる家っていう感じで、めちゃくちゃ面白いですね。今後もこういうガジェット見たい人は吉天堂の YouTube チェックしてみてください。はい、お願いします。じゃあこんな感じで、トバログでは他にもこういう感じでいろんな人のルームツアーとかカバンの中身撮ってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。あと本とかも書いているので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。ある、すごいあざます、やったー、ありますというわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。